朝起きて一番にすることはうがい。それから白湯を飲む。味噌汁の具を切って仕込んでおく。その間に軽いストレッチ。天気が良ければ柿渋布を干す。お日さんが庭を照らすのが遅くなったので、早朝からの柿渋染めはできない。それからカーテンを少しずつ巻き上げる。これはシェードカーテンとして作った。キャンバス地で作ったので丈夫だけど、二重窓にしたら窓に厚みができて収まりが悪くなった。一番上に布テープでループを作って森で取ってきたまっすぐな木に通した。手動で巻き上げて長さ調節するようにした。カラフルなカーテンに染めたので、白いボタンは目立たなくて色を塗った。いろんな形のボタンをつける作業はとっても楽しかった。6枚もあるのでボタンや紐をつけるのも大変だった。実は毎日巻き上げるのも少し時間がかかる。時間がかかっても森からの寒さや光を体の中に感じられる瞬間瞬間がとっても心地よい。まず1枚目のボタンに紐をかける。二重窓にしたとはいえ、カーテンを開けたところからガラス越しの寒気が伝わってくる。冷たい空気と朝の日を少しずつ室内へ取り込み、もう少し日が昇って暖かい空気が窓に伝わってきたら、くるくる手でカーテンを巻いてボタンで留める。こちらは以前作ったシェードカーテン。二重窓にしてもそのまま使用できた。私の自作なので開閉は楽しめる。まあ手間がかかるということ。よし。ストーブも良い感じで燃えてきた。朝食の具だくさん味噌汁。ごぼうと梅干しを何時間も煮たもの。しょっぱい梅干しがなぜかほんのり甘いごぼうになる。大根、いわしのつみれ、きくらげにザワークラウト、ゆで卵など。いただきます。ローズマリーをつけたオリーブオイル。自家製パンによく合う。いただきます。このパンね、国産スペルト小麦と玄麦のこだわりパン。桜の花の塩漬けで塩味を足した味噌汁のつもりだったが、ザワークラウトと梅ごぼうで味がついた。よって具だくさんの汁物だ。自家製パンはとても美味しくできた。もう少し日が昇って暖かい空気がたくさん入ってきたら、カーテンを上まで全部巻いてボタンで留める。私の洗濯はこの2層式洗濯機だ。自分で水を入れて洗剤を入れてガラガラ回してすすいで、脱水槽によっこらしょと入れる。洗濯機に任せきりでなく、少しは洗濯に参加できている感じがして、この洗濯機は私に向いているかな。冬の日がやっと庭に差し込んできたので、洗濯物を干して柿渋布を日に当てる。お日さんの動きに合わせてあっちこっちへ柿渋布を移動させる。午前中の日光浴はセロトニン取り込みにも良い。大好きな柿渋染めをしながら健康にも良い。なんてありがたい仕事だ。寒くなって草刈り作業の代わりに家周りの造成作業をする。造成はその家の土台を決める作業。
大きくは国土の骨幹を整える大切な作業だ。小さなことから大きなことへ思いを巡らせるって楽しいな。土木作業に関わっているすべての方々、気をつけてお仕事してください。つる梅もどきが栗の木を覆っていた。お正月飾りに少しいただく。この時期はきれいな実がたくさんできて、お正月やクリスマスの飾り付けが楽しくなる。お日さんがキッチンの中まで差し込まなくなったら、カーテンをいっぱい上まで巻いていく。しっかりボタンに留めて、くるくるくる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 、もう一回、くるくるくる。せっかくあげたけど午後の日が入ってきた。お日さんに合わせて上げたり下げたり。71歳の私には運動と脳トレになるかも。ありがとうお日さん。30時間発酵させて作ったわら納豆、小分けして冷凍庫で保存して毎日いただく。やっとお昼だ。このお味噌汁、いろんな具が混じり合ってとても美味しくなった。入れたのは骨付きの鶏肉、牡蠣、梅ごぼう、本枯れかつお節、きくらげ、ネギ、人参など。それから今回は小豆味噌を少し。ああ、なんて美味しいんでしょう。たらこご飯は海苔を巻いて即席のたらこのおむすびに。大工だった祖父と父はご飯を食べた後の茶碗に湯を入れ、お坊さんみたいに一粒残らずかき込んでいた。後の茶碗洗いが楽だし、米粒一つも無駄にしないで済む。ごちそうさまでした。よし。良いことは真似しよう。午後からの仕事をしましょう。ごちそうさまでした。さあ午後からの仕事を始めよう。まず動画の編集。たくさん動画を撮るので編集に時間がかかる。まず頭の中のイメージを台本にする。それに沿って撮影。作った台本を字幕にし、ナレーションを入れる。音楽を挿入。それだけだけどとても時間がかかる。頭も動画もぐちゃぐちゃなので他の人には編集できない。やるしかない。姫ぐるみを金槌で割って実を出す。姫ぐるみはハートの形でかわいい。でも殻がとても硬い。金槌で優しくしっかり半分に割る。こうして割ると中身が取り出しやすい。縄文人も自作の石槌で同じように割っていたようだ。気分は縄文人。目覚めよ、私の中の眠っているかもしれない縄文スピリット。出来上がったらいってパンに入れたりおやつにしたり。皮はストーブの燃料やくるみボタンに。獣に取られないで私の口に入ることに感謝。ADHD のせいかもしれない。集中力がないのでいろんな仕事を細切れでやる。世話しなくてごめんね。冬は薪割りを毎日少しずつ。私は頭使えない分体を使う。シンプルに言うと力任せにがむしゃらにやっている。やりすぎると手が痛くなることもしばしば。新しく購入した薪割り機、キンドリングクラッカー、優れものだ。13歳の女の子が親が薪割りで怪我をしたので安全な薪割り機を考案したんだ。
て説明書を読まずに始めたけど、薪の太さ18センチ以内だった。欲張りな私はリングに入る大きさの薪を入れてしまった。でもすごいパワフル。71歳150センチ、42キロのおばあちゃんでもできる。早く使ってみたくて、到着後すぐの試し打ちだ。次回からは安定させて使います。うわー、すごい。これあまりにすごくて、ばあちゃんはしゃぎまくってる。ダメ、18センチ以内だよ。これ私からよく言っとくね。メーカーさんごめんなさい。以後気をつけます。ちなみに説明書には重量 800g くらいのハンマーを使用せよと。このハンマーは 900g だからいいかな。そうそう、これくらいの大きさを割るんだよ。本日は試ししよう。勘弁だ。安心ください。次回はしっかり固定させてやります。調子に乗ってもっと大きい薪を割るつもり。感激すぎる。ほら、だってこれはかろうじて18センチ以内かも。優しい13歳の少女の愛のこもった道具。ありがとう、アイラちゃん。これ、重いけど感激すぎる。いいな。本日の夕食、いつもより少し遅くなった。遅くなってしまいました。そんな食べるかな。いいか、こんなぐらいでいいか。ストーブで数日煮続けた梅ごぼうを足す。いただきます。新米がまだ精米できていないので、さつまいもを食べる。ご飯ってお米がね、まだね、もみにはなってるんだって。だけどまだないから芋食べる。ミニトマト。梅の液すれたんだ。だから今日は今回は梅干しの瓶を洗った中の汁を入れたので、味噌を入れないよ。小松菜と豚バラをオイスターソースで炒めた。お日さんも沈んだので、明日のお日さんに会うためにカーテンを下ろしましょう。よいしょ。よいしょ。あと1枚。カーテンもうりちゃんもお疲れ様。元気が出る水玉カーテンだけど、夜は明日の勇気をもらえそうな。ストーブで温めた鉄平石。布でしっかり包んで布団の中へ。一晩中布団の中が暖かい。冬は鉄平石のこたつは手放せません。
おやすみなさい。まんまるお月さんもおやすみなさい。また明日。